LA Morning Part 2. Hello, this is VJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. LA Morning Part 2. Good morning, Los Angeles. It's just past 9:13 on Wednesday morning on September 23rd, broadcasting live from TJS Studio in California. How are you this morning? Welcome to LA Morning Parts 2. This is your Sam VJ. So TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both in English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS app on your smartphone and tablets. Or you can also hear us by accessing at the website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube, searching us by typing the keywords TJS Radio, and also you can put your today's date and followed by LA Morning Part 2. YouTube has its own live chat function. Please send us your messages and requests using this live chat function, or you can also send us your messages and requests accessing our website request form from the top of the page. Or you can even email us at radio@tjsla.com. Okay, allow me to introduce to our co-host, Mr. Shinkai. Good morning. さあ、改めましておはようございます。この番組 TJS ラジオ LA モーニングパート2と題してやっております。ニュースお伝えしたり、スポーツニュースも含めて、あとは今日は何の日とかね、いろいろ質問にお答えするコーナーなどがあります。これをですね、サムさんが英語で、私が日本語でお伝えしていくプログラムとなっております。もちろんこの番組、皆様からのメッセージもお待ちしております。E メールの方はradio@tjsla.com、 E メール直接お送りされる方はradio@tjsla.com、 あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。もちろんこの番組でもYouTube によります、YouTube ライブ、このスタジオの様子、映像生配信をしております。ぜひそちらもご覧になってください。スタジオこんな風にね、放送してるんだっていうのもお分かりいただけると思いますし、でチャットがあるので、そちらでいろんなメッセージ交換もできます。ぜひそちらをご覧になって利用してみてください。サムさんへの質問なんかをね、書き込んでいただいてもいいと思いますし、はい、いろんな形で質問だったりね、やり取りができるといいなと思っております。もうね、多くの方が書き込んでくださっているんですが、ね、いろんな意見があります。確かにね、ご紹介していきますね。そう、桜チルチルさん、これでいいのかな。そう、これでいいです。合ってます。完熟トマトさん、にょってどういうことですか。にょってねえ、そうなんですよね。難しいとこなんですよね。アケミンさん、おはようございます。ゆりさんね、引き続き LA モーニングから、聞いてくださってるんですが、はい、このね、短い空き時間寝てしまうやつね、夜中ですもんね。夜中っていうかね、もうね、夜中1時ですからね。はい、完熟トマトさんも眠いよっていう風に書いてますけど、でトシさん、日本の人はね、この微妙な間で寝落ちしてしまうよねと、今は耐える時間、いろんな意見があるのでどんどん書き込んでください。ゆうりさんなんかはね、逆に時間空けるならザ・ショーの時みたいにね、1時間スパッと空けてもらった方がいいとかね、どうでしょうね。その辺もまだまだこれなんだろう、すごくこう、流動的にね、まだこれから皆さんが聞きやすいように、動かしていきたいなというふうに思って、あれか、でも、
以前のように YouTube を終了させずに続けていればっていう意見もありますね。やすさんありがとうございます。はい、考えましょう。ちょっとそこら辺今後どんどん考えてやっていきたいなというふうに思います。はい、皆様もぜひこの番組一緒に、参加してください。さあということで今日もですね、この後およそ55分ぐらいかな生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。では天気いきましょうか。はい、じゃあ天気いきましょう。Okay, let's go to the weather. So LA County and Orange County both on the AM with the partly cloudy and going to become sunny during the afternoon. Our current temperature downtown Los Angeles County is 68 degrees or 20 degrees in centigrade. Orange County and Irvine area is also 68 degrees and 20 degrees centigrade. Today's expected highest temperature downtown LA and Los Angeles County is 83 degrees or 28 degrees in centigrade. Orange County Irvine is 79 degrees and 26 degrees in centigrade. Sunset time, LA County today, 6:47 p.m. and Orange County is 6:45 p.m. ということです。はい、天気予報なんですが、私ですね、原稿をすっかり置いてきてしまったので、サムさんこっちに向けて見せてもらっていいですか。はい、はい、ロサンゼルスカウンティ、オレンジカウンティともに午前中曇り、ところにより晴れで、午後から晴れるという風になってるんですけども、晴れてますね。このオールドトーランス、綺麗な青空がもう広がっております。そして、現在の気温、ダウンタウンロサンゼルスが、68度ですね。華氏68度、摂氏20度で、アーバインも同じく華氏68度、摂氏20度。そして、今日の予想最高気温、ダウンタウンロサンゼルス華氏83度、摂氏28度、オレンジカウンティが華氏79度、摂氏26度。そしてサンセットの予想時刻、ロサンゼルスカウンティが午後6時47分、そして、オレンジカウンティ午後6時45分となっています。そうそうに朝の番組でもお伝えしましたけど、TGS ラジオのウェブサイトに新しい、コンテンツが入りました。それはですね、この YouTube ライブを見てくださっている方は、分かると思うんですけど、私の今背中にこのね、今光が差し込んでいるこの窓があるんですが、その外にですねライブカメラを設置しました。でそのライブカメラで本当一部ですけどオールドトーランスの交差点ね、見えます。見てるとね飽きないですよ。なんかこんな車通ったとかですね、アメリカの国旗もはためいていますし、日本語でね、特に大人のラジオなんて、LA っぽいこと何も言ってないけど本当にアメリカでやってるのって思われる方、それを見ていただければですね、ちゃんとアメリカでやってるんだっていうことが分かっていただけると思いますので、はい、ぜひ、TGS ラジオのウェブサイトトップページに、行ってください。そしてトップページのちょっと右の方ですよね、にありますので、ぜひサムさんが設置してくれました、設定もしてくれましたので、はい、ご覧になってください。その感想なんかもお待ちしております。さあでは、この後ニュースいきましょう。 Time for the news. Okay, let's time for the news. TGS Newsline. South Korea concerns about Fukushima wastewater.South Korea has again expressed its concern about Japan's plan to release into a sea radioactive water waste buildup at the crippled Fukushima Daiichi nuclear plant. The first vice minister of the South Korea's science ministry, Chung Byung-sun, was speaking at the general meeting of the IAEA, which is International Atomic Energy Agency in Vienna on Tuesday.He said releasing contaminated water into the sea is not an issue of Japan's itself, but one that could have a wider impact on the global marine environment as well as neighboring countries. He said Japan has overarching obligation to make a transparent concrete communication within the global society, including South Korea, before making any disposal decision. He asked that IAEA to play a proactive role in the issue. Last year, IAEA General Meeting, South Korea raised questions about the issues and criticized Japan. On Monday, Japan's Science and Technology Policy Minister Shinji Inoue told the meeting that Japan is studying the ways to dispose of the water, taking into consideration advice from the IAEA.
He stressed Japan will provide careful and transparent explanation to the global community. In February, the Japanese government expert panel came up with a report saying that the development of the wastewater below environmental and other standards and discharging into the sea, as well as vaporizing and realizing into the air is a realistic option. The government plans to make a decision after hearing options from the local resident and the groups. さあ、日本語でお伝えします。 IAEA 国際原子力機関の年次総会で韓国の代表は東京電力福島第一原子力発電所に溜まり続けている水を海に放出すれば隣国の環境にも影響が出かねないと主張し、日本の対応に懸念を示しました。これに対し日本は適切な方法で国際社会と情報を共有していると反論しました。東京電力福岡第一原発で溜まり続けている汚染水を処理した水をめぐっては今年2月、国の小委員会が基準以下に薄めて海か大気中に放出する方法が現実的だとする報告書をまとめ、政府は地元や関係団体などから意見を聞いた上で方針を決定するとしています。これについて22日ウィーンで開かれているIAEA の総会で韓国の科学技術情報通信省のチョン第一次官が海に流せば日本の問題だけでなく隣国を含む世界の海洋環境に影響を及ぼしかねない。日本政府は決定を下す前に韓国など国際社会に透明性があり具体的なコミュニケーションを取る義務があると述べ、日本の対応に懸念を示しました。では続いていきましょう。Okay, news number 2. Former pop star Tatsuya Yamaguchi arrested for drunk driving. Tatsuya Yamaguchi, a former member of all-male pop idol group Tokyo, has been arrested on suspicions of drunk driving. It was learned Tuesday. Yamaguchi, 48 years old, is suspected of driving motorcycle under the influence of alcohol. Investigative source said he was arrested in Tokyo's Nerima Ward after colliding with a car waiting at the traffic light around 9:30 a.m. Tuesday. He was on his way to a friend's house and admitted that he was responsible for the accidents under the influence. A driver in the car who called the police and Yamaguchi were not injured in the incident. Police arrested Yamaguchi after he failed the breath analyzer test. Tokyo made its music debut in 1994 as a 5-member group, but the number dropped to the 4 after the group's talent agency Johnny & Associates terminated Yamaguchi's contract for the forcing kissing of a female high school student whom he met through the work at his home in April of 2018. The prosecutor did not indict him, but, however, according to the other sources, the girl was believed to have withdrawn her victim report. In July this year, another member of the group, Tomoya Nagase, announced he would leave the group next March to pursue his own adventure. さあ、ご存知の方も多いでしょう。人気グループ TOKIO のメンバーだった山口達也容疑者、22日午前、都内で酒を飲んだ状態でバイクを運転していたとして警視庁に逮捕されました。信号待ちをしていた車に追突する事故を起こしたということです。なんと最新情報というか、ちょっと前の情報ですけど、この追突された車に乗っていたのが警察官だったということですね。逮捕されたのは TOKIO の元メンバー山口達也容疑者48歳です。警視庁によりますと22日午前9時半ごろ、東京練馬区桜台で酒を飲んだ状態でバイクを運転していたとして酒気帯び運転の疑いが持たれています。で、事故を起こした後、警察官が駆けつけたところ、呼気1リットル中基準の5倍近い 0.7mg のアルコールが検出されたため、その場で逮捕されたということです。車を運転していた男性と山口容疑者に怪我はありませんでした。山口容疑者はですね、調べに対し、酒を飲んでバイクを運転し事故を起こしたことは間違いありませんと容疑を認めているということです。道路交通法上ではですね、呼気1リットルに含まれるアルコールの濃度が 0.15mg 以上で酒気帯び運転にあたり摘発の対象になります。また 0.25mg 以上だった場合は免許取り消しの処分も課されます。
ということはですよ、今回の山口容疑者 0.7mg のアルコールが検出されたということですから、これね、どうやらビールの場合だと 500ml の缶を7本飲んだぐらいの計算になるということです。ちなみに TOKIO と言いますと、これは5月いや3月でしたね、永瀬智也さんがグループを離れるというふうにも言っていました。では行きましょう。続いてOkay, let's go to number news 3. A 4-day weekend sees bigger crowds than February. A 4-day holiday in Japan saw bigger crowds at some places than were seen between the mid-January and mid-February before the spread of coronavirus. Mobile operator of the NTT Docomo gathered a foot traffic while preserving privacy on Monday, the 3rd of the holiday, and also one of the Kyoto's most popular area, Shinjo Kawaramachi, saw an increase in visitors of 61% from the average of the mid-January and mid-February period. Visitors were up to 33% in Yokohama Chinatown compared in the mid-January and mid-February period. Downtown shopping district in Sapporo, Okinawa, Nagoya also saw increases. The figure near Tokyo Station was down by 52% and down 18% near Osaka Umeda Station. Anand says the resumption of economic activities and the government subsidized tourism promotion campaign are likely affecting the increase in traffic. 日本での4連休はコロナウイルスが広がる前の1月中旬から2月中旬よりも多くの観光地などで混雑が見られました。 NTT ドコモの調査結果によりますと、月曜日京都で最も人気のある地域の一つである四条河原町はですね、 1月中旬から2月中旬までのこの平均から 61% 訪問者が増加しました。横浜にありますチャイナタウンはですね、やはり1月中旬から2月中旬よりも 33% の増加、または名古屋、沖縄、札幌の繁華街も増加しています。一方、東京駅付近は 52% 減、大阪梅田駅付近も 18% 減少しました。アナリストはですね、経済活動の再開と政府の観光促進キャンペーンが観光客の増加に影響を与えている可能性が高いと語っています。では行きましょう。Okay, news number 4. Let's see, 4. Japan's coronavirus update of September 23rd. The cases has rose a little bit. 79,438 cases is up by 298. Recovered person is 71,648. Death is 1,508, up by 8. Now looking into the cases of the location in this order: Tokyo, Osaka, Kanagawa, Aichi, and Fukuoka is the ranking top 5. The cases in Tokyo is 24,394, and the lowest at Fukuoka is 5,000 cases. さあ、日本のコロナウイルスの状況を見ていきましょう。まずはですね、全体的に298人増えましたね。23日は298人増えて 79,438 人で、回復した方が 71,648 人いらっしゃいます。亡くなった人は8人増えて 1,508 人です。ちなみに東京が 24,394 人の感染者数、亡くなった方が391人ということです。順番はですね、東京、大阪、神奈川、愛知、福岡の順となっております。以上、ニュースお伝えしました。毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。 So stay tuned. What happened on today?
Okay, what happened on today on September 23rd? I think many people remember this airplane. So it's on the 23rd of September, Los Angeles refuses Concorde. You hear that? The plans to create a new route for the Concorde from London Heathrow to Los Angeles has been halted after the mayor of the San Francisco has said Concorde cannot meet the city anti-noise requirements and will not give the permission to land. 1977年の今日、サンフランシスコの市長がですね、音速旅客機コンコルドは都市の騒音対策要件を満たしていないと、だから着陸許可を与えないよっていうふうに述べたことによって、ロンドンヒースロー空港からロサンゼルス国際空港へのコンコルドの路線が考えられていたんですけど、その計画が停止したということなんですね。そうですね。なんか覚えてますよ、これ。コンコルド、はい。サムさん乗ったことあるんですよね。あるんですよね。もう小さい子供の時でしたけど。いや、それすごいことですよ。なんかこう角張ったもう狭い2人ずつだっていう右側のことを覚えてましたけど、いや、それすごいことですよ。何回乗ったんだ。でもうるさかったとか覚えてないですよね。中はそうね悪くなかった。でもやっぱり外の騒音はすごく、ロサンゼルスの一つの被害っていうのはその窓が割れちゃう、ああ、スーパーソニックだから。スーパーソニックだからか。そうかそうかそうか。そういう意味で、もう音がうるさいよってことでもうダメってなっちゃった。やっぱりトシさんが乗ったことあるのすごいぞって。マッハ2でしたっけ？確かそうでしたよね。そうぐらいでメーターちゃんと出ててね。あ、出ててね。新幹線みたいに出てて。すごい。それ乗ったのはどの路線を乗ったんですか？ヨーロッパ間なんで、僕実際はね多分ロンドンからちょっと短いやつでね、フランスまで行ったやつと思うんですけど。それぐらいの距離か。いや、これは貴重な話でございます。じゃあ続いていきましょう。はい。Okay, number 2. Overproduction of potatoes. The current overproduction of spot in the USA and the cost of the government of the, what is this, 20 million or 200 million in the price support of the last 5 years has been prompt the government to set the lower price support and lower production of spuds of 1949. This will mean the lower price of consumer and less government subsidies. ということです。これをこんなことあったんですね。1949年の今日なんですけど、アメリカにおけるジャガイモの過剰生産と過去5年間の20万ドルの価格支援のコストなどが重なりですね、政府から低価格で販売しなさいという命令とジャガイモの生産を減らすようにと要請されたわけですね。で、消費者にとってはジャガイモを安値で買えるんですけど、生産者にとってはですね、政府の補助金も減る。だけど、もう負のスパイラルになったという日でございますね。はい。さあもう一個いきましょう。Okay, today will be a Equinox Day, 秋分の日 I believe. And Autumn Equinox Day occurs around the September 23rd and is a national holiday before.So around the equinox, the length of the day and the night is about the same. Many people visit family graves and worship their ancestor and comfort the spirits of ancestor. ということです。はい、9月23日といえば暦上ではですよ。暦上では、夏と秋を分ける日、秋分の日ですよね。以前は日本では休日でした。ただこちらでもですね、今日から秋が始まるということで、アメリカのね普通のニュース番組でも、今日から秋ですねなんていうことは言ってましたけどね。ね、秋分の日前後にはやっぱりこの昼と夜の長さがほぼ同じになるということです。これね、多くの人がね、祖先の墓参り、ご先祖様のお墓参りをして、でその霊を慰めるという日になっております。さあ、あれですね、誕生日いきましょう。誕生日いきましょう。Let's go to the birthday. Today is the Bruce Springsteen singer, and he is celebrating his 71 years old today. He was born on 1949. ということです。まずはブルース・スプリングスティーンですよ。誕生日なんですよね。71歳。今71歳っていうことですよね。で、続いていきましょうか。はい、じゃあ次ご紹介しましょう。Ray Charles, the soul singer who has passed away at the time of 23 years old, is also celebrating his today's birthday. レイ・チャールズさんも今日誕生日です。
1930年生まれ、2004年に亡くなられました。73歳だったということです。さあ、もう一方いきましょう。もう一方ですね。もう二方いるのか。もう二方います。はい。ミッキー・ルーニー is a movie actor from 1920 to 2014. He's passed away at the age of 93. 私ですね、実はあまり知らなかったんですけど、画面を写真を見たらあーって分かりました。ミッキー・ルーニーさんですね。1920年生まれ、2014年に亡くなられました。93歳だったということです。さあ、最後の一人いきましょう。最後の方は日本の方なんですけども、皆さん多分ご存知だと思うんですけど、ビーズの、そうですね、稲葉浩志さん、今日お誕生日です。で、岡山の津山の出身の方で、今日は56歳ということなんですが、なぜ彼をピックアップしたかというと、この間多分そうですね、もう7回ぐらい前の放送の時に、スマにあるコーペンハンゲン、そのホットク屋さん、話になりましたよね。実は彼実はレストラン持ってたんですよね、津山の方に。地元にね。で15年ぐらい前にちょっと事情があって閉めちゃったんですけども、その時によく来られたグループがこのビーズだったんですよ。へえ、そうなんだ。そうで、稲葉さんよく来られていろんなもの食べて、なんかビーズメニューっていうか、その稲葉さん用のメニューができたみたいで、本当ですか。コースで出るようになったみたいな、それぐらい有名な方らしいです。いやー、ビーズの稲葉さん誕生日だということで、その他にもですね、なんかいろんな皆さん教えてくださってますよ。完熟トマトさんが、イチロー選手が10年連続で、10年連続で200本安打ヒットねを達成した日だったり、あるいはよくわからないですね、海洋星の日なんですって。あとはですね、古いですね、1876年に札幌にビールの、要するにブリュワリー、昭和9年ね、明治9年開業した日だということで、皆さんいろいろ書いてくださってありがとうございます。さあ、では曲いきましょう。曲紹介お願いします。はい、やっぱりね、誕生日の方の曲に。誕生日の方やるんで、Okay, let's go from one of the birthday guy here, okay? Born in USA by Bruce Springsteen.そうだ、E メール読むところあるじゃないですか。はい。自分の E メールね、持ってなかったんですよ。コピーさせてもらっていいですか。ありましたよ。これ、どっか、僕持ってきた。これか。次、それ、コピーさせてください。いい感じ。2枚プラスしました。これね。これね。これちょっとじゃあ、カメラの時話しましょう。理由があってやらないんです。僕もそれ調べました。ドタキャンって英語で何という？ドタキャン？ドタキャン。ありますよ。あります？ドタキャンあります。今、完熟トマトさんが書いてくださって。ドタバタしたキャンセルだから、ね。ドタバタしてキャンセル。だけど、ギリギリでキャンセルってことですもんね。そう。そういう言い方あったけど。
今音出てないですね。ああ、なるほどね。そういうことね。ちょっとここは、このパートは、メッセージとか書き込み読んだり、もう一回、せっかくのライブカメラの話したりとか。しましょう。しましょう。はい。毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたも、そうじゃないあなたも、ロサンゼルス DJS レディオにステイチューン。 Japanese radio station. Time for the sports news. まだスポーツニュースの時間ではないんで、この時間ちょっとフリートークをしていきたいなというふうに思うんですけど、はい、BGM 出しましょうか。せっかくなのでね。いろんなね、YouTube ライブに書き込みがあって、はい、これ続けた方がいいんじゃないのとかね。つなげるね。つなげる。LA モーニングからこのパート2、YouTube 切らずに、っていう意見が意外と来ているんですよね。で、ちょっとサムネイルを水曜日だけなんか共同のものが作れたら面白いかなとは思うんですよね。そうしましょうか。で、ここにね、桜チルチルさんなんか、ゆうりさんも書いてくださってるんですけど、要はほら分数が分かるやつあるじゃないですか、はい、この何時からを押すとパート2にボンって飛べるみたいな、ありますよね。ありますね。あれ後で書き込みに、できます。そう、あとはほらこの横のバーの途中になんかこうチェックみたいなのが入れれる機能もあるっぽいんですよね。ですね。まあコマーシャルの場合は絶対あるけども、ね、分けるとか。そういうの確かに言われてみればあってもいいかなっていう気はしますよね。はい、できます。後でそれを入れることができます。はい、そうですよね、はい、そういう風にやっていくのもありかもしれないですね。だからサムネイルをとにかくこうね、共同のやつを今日その水曜日だけはね、作って、しまえば、でこう時間だけ分かるようにしておけば、そうですね、いいってことですよね、多分ね。まああとは YouTube はこけなければいいっていう問題でも出るけれども、まあね、それも後で改善しますけども、それが大丈夫だったら続けてやってもいいかもしれません。そうですよね。いや、なんかいろんなまだまだ皆さんがとにかく楽しみやすい状況をしたいです。使いやすいように、ね、途中で抜けて寝てしまう方もいらっしゃるかもしれないので、そうね、それはそれで、いやもうぜひぜひいろんな意見をくださればというふうに思います。はい。でね、後入れになりますね。後からね入れるっていうふうに書いてくださってますけどね。はい、やります。はい。そしてどうでしょう。もうすでにですね、ベンさんがですね、書き込みに
このライブカメラそうですね。を見てくださって、ありがとうございます。はい、ライブキャムいいですねと、カリフォルニアですねっていう風に書いてくださってますよ。ねえ、僕もびっくりしましたよ。入れた時、こんなに面白く見えてるんだとかね。こんな風景に見えるのって思いましたよね。すごいカリフォルニアだと思いました。そうカリフォルニアって感じ。そう思いましたよ。僕がね今ねこのライブカメラを使って、なんかリスナーの方と遊べるかなって思ってるのは、例えば、大人のラジオで試しにやってみようと思うんですけど、曲がかかってる間に、僕今から外に出るんで、私は今外で、何をしてきたでしょうみたいなのをクイズででも外で何時頃ですかそれ？夜ですか？夜。ああ夜も映ってる、ね。でもね昨日夜確認したけど、結構綺麗に映ってましたよ。ですね。なんか明るく。そうありかなって思いました。あとね、土日になんかほらフェアありますよねここに。今週末。そうあれ絶対見ていただきたいと思います。出てるんで。で看板がなんか知らないけど、ライトのとこにかけてますよね。ちょうどねここから見えるストリートフェア出てますよね。ストリートフェア This Sunday書いてるのが出てますんで、あれもちょうどいいぐらいに映ってるんで、ね、バッチリの場所見つけたなと思って。いいですよね。いいですね。はい。いろんな遊びができるかなというふうに思います。そう。あとね、そのパート1とパート2つなげる、ところの意見で、チルチルさんが、あとは YouTube の概要欄に何分からパート2とか入れてもらえるといい。いや大丈夫、やり方分かってますんで、そこさえクリックすると飛びます。そういったやつですよね。はい。そうで今度外に出て手を振ろうって書いてある。そうなんですよ。それちょっとやってみたいなと思ってて。ですね。はい。そうか。あとはね、リスナーさんがもしトーランスに寄った時、ちょうどもしスタジオの前にいるんだったら、カメラに向かって手を振っていただいて何時だよって言ったらこちらでこうプレイバックできるんで、そうね。その時に振ったねって感じで。分かった。じゃあこうしましょう。試しにどういう風になるか見ててもらうために、この後スポーツニュースがあります。そしてその後曲がかかるんで、その曲、3分半ぐらいあるんで十分外に行って手振って帰ってくることできるんで、僕1回、外行って手振って帰ってくるんで、そんなこと遊びもできるかなというふうに思っております。さあではスポーツニュースいきましょうか。行きましょう。はい。Time for the sports news. Okay, time for the sports. The first sports is Olympic safe sports events hosting gives a confidence for the Tokyo Games. Bach. International Olympic Committee President Thomas Bach said Tuesday the recent staging of the various sports events across the world despite the restriction caused by the coronavirus pandemic should provide confidence in preparing for the Tokyo Games next summer. In the message titled Olympians of the Corona 2, Bach wrote sports is widely recognized as an essential factor in the fighting of the pandemic and accepted as the integral part of the solution for the crisis recovery. Bach also said that the development of the rapid tests of the virus and the positive signs from the scientific and medical community of the potential availability of the approved vaccines, possibly before the end of the year, will further boost the chance of hosting the game. He added that there are good reasons for the caution optimism, given that the recent sports events have successfully been held even without the vaccines being available. IOC のバッハ会長は選手や IOC 委員、それに全ての関係者にオリンピズムとコロナというタイトルのメッセージを送り、22日その内容がホームページで公開されました。この中でバッハ会長は夏以降屋外競技を中心にいくつもの国際的なスポーツ大会が再開されていることに触れ、選手や競技団体だけでなく一般の人たちがスポーツが生活に不可欠な一部として復活することを強く望んでいるのは明らかだと述べ、社会におけるスポーツの役割の大きさを強調しました。さらに延期された東京オリンピックについてバッハ会長はウイルスの検査技術やワクチンの開発が各国で進んでいる状況を踏まえ、実用可能になったことを想定して大会運用に活用することがシナリオの一つとして加わったと明らかにしました。東京オリンピックはできるというふうに自信を示しています。いいことです。はい。では Sports 2. Okay, NFL levies the $1 million fine for the mask rule violation.
The U.S. National Football League has levied a fines of total for more than $1 million after the head coaches and 3 teams failed to wear masks during their game on Sunday. U.S. media outlets report that the Seattle Hawks and San Francisco 49ers and the Denver Broncos and their respective head coaches were fined on Monday for the violating rules that requires for wearing the masks. Each team was fined $200,000. And then each coach was $100,000 for a combined total of $1.05 million. So NFL introduced a mask rule to help prevent and spread of the coronavirus after the regular season opened on September 10th. During the game, all coaches staff in the benches area are required to wear a mask. The NFL also adopted the rules as antivirus measures. They include ban on exchange of worn jerseys except through the mail. It is the first time the NFL have imposed fines for the violation of its coronavirus rules. さあこれは驚きましたね。このニュースは NFL アメリカンプロフットボールリーグが21日ヘッドコーチが試合で義務付けられていたマスクを着用せずに指揮を取ったとして日本円でおよそ総額1億円に上る罰金を課したとアメリカの複数のメディアが伝えました。今月10日に開幕した NFL では新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため試合中はコーチやスタッフそれに控えの選手に対してマスクの着用が義務付けられています。ところが今月20日に行われた試合でシーホークス、49ers、ブロンコスの各チームのヘッドコーチがいずれもマスクを着用せずに指揮を取ったとして NFL が異例の罰金を課したと、メディアが伝えているんですね。罰金の額なんですがそれぞれのチームに対して日本円でおよそ2600万円ヘッドコーチに対しておよそ1000万円とされて総額で1億8000万円に上るんですね。今シーズンの NFL は他にも試合後のユニフォームの交換をフィールド上で禁止、代わりに郵送で届けるなどウイルス対策のさまざまな特別ルールが設けられていますがこれに違反して罰金が課されたのは初めてだということです。では最後いきましょう。ねえびっくりしましたね。Okay, let's go to the third news. Nippon Japan Professional Baseball League results. Starting with the Central League. Tokyo Dome, Hiroshima Card vs. Giants, 73 favoring Giants. Okay, Nagoya Dome, Yakult Swallows and Chunichi Dragons, 11-5 Dragons. Okay, next one is Hanshin Koshien Stadium, my favorite place. Okay, DNA versus Tigers, 4-0, and his favorite DNA. Too bad. Pacific League. Okay, Rakuten, Seimi Park, Miyagi. Chiba Lotte Marines versus Rakuten, 5-3 Rakuten. Okay, let's go to the MetLife Dome. This is Nippon Ham Fighters and Seibu Lions, 6-5 Lions. Fukuoka PayPay Dorm, Oryx Buffaloes and SoftBank, 10-5 favoring Oryx. さあ最後日本のプロ野球です。セリーグから東京ドームで行われた広島対巨人は3対7で巨人、名古屋ドームで行われたヤクルト対中日は5対11で中日、阪神甲子園球場で行われた DNA 対阪神は4対0で DNA が勝ちました。パリーグです。楽天生命パーク宮城で行われたロッテ対楽天は3対5で楽天、メットライフドームで行われた日本ハム対西武は5対6で西武、福岡ペイペイドームで行われたオリックス対ソフトバンクは10対5でオリックスなどが勝ちました。以上スポーツニュースをお送りしました。では、曲紹介をお願いいたします。 Okay, here's another birthday boy song, Georgia on My Mind, Ray Charles. ちょっと表に行ってきます。いってらっしゃい。映ってるかな。どうかな。正解さんが今外に行ってます。どうでしょう皆さん、見えますかって言ってまだ見てないかもしれない。そう、知ってますでしょうか。いやー、これもう本当に結構ビジーな交差点で、そしてね、
アメリカの旗も取ってるっていうぐらいなんで、すごくいいとこです。あと、街の、そのストリートネームもちゃんと出てるんで、ちょうどスタジオの前の風景です。あ、いたいた、新幹線出てきましたよ。皆さんもいますか？出てますよ。後でこれも僕のところの、Facebook に。あ、手振ってます。はい、新幹線。皆さん見えてますか？見える。はい、今出てきて、道を渡ろうとしています。皆さん気をつけてくださいね。こういう感じです。見えた！そうですか、ありがとうございます。見えるの？見えるよ。そうですね。あ、帰ってきました。見えてましたよ。コメントも入ってます。見えたとか。ちゃんと曲終わってないですよね。まだ終わってません。はい。脱がないよ。ね。脱がない。脱がないよ。脱がないよ。暑いけど脱がないよ。横断歩道渡ってなかった。あれ、横断歩道からずれてましたね、そういうのね。まいちゃん、今度私もそこに立ってみて。携帯では見えなかった。携帯で見えないのかな？携帯見えますよ。見えます。同じようにそのリンクさえ行けば、あとは TGS のラジオのステーションで行って、携帯場合はね、上の3つバーを押して通らずにいかないといけない。ちょっとおかしいとこになります。はい、そう。そう、携帯で見られる方は、この後言いましょう。ちょっと。はい、話しましょう。そう、PC では見える。そうです。携帯はモーバルフォーマットなんで。TJS Japanese radio station. Japanese radio. さあ、今曲がかかってる間に外に行ってきましたけど、お疲れ様です。見ていただいた方が結構いらっしゃるみたいなんですけど、あれですね、まず携帯電話で、見る方はですね、立ち上げていただいて TGS ラジオ www.tgsla.com に行っていただくと、左上に3本のバーが出るんですね。確かそうですよね。はい、そうです。で、そこを押していただければ、下の方に、オールドトラスライブカメラというところが出てくると思うんですね。そちらで見ることができます。あとね、ゆうりさんがタブレットは3本のバーさえないんだけど、本当ですか？ちょっとそれタブレットでの確認ができないな。多分もしバーがない場合は、PC のデスクトップ版なんで、一番上か、上の右のサイドでラジオプレイヤーの下にあります。そうね。それか本当にトップページの一番上にいろんなコンテンツが書いてある中にもライブカメラっていうところがあるので、そうちょっと研究してみますね、こちらもね。タブレットはね研究してみたいなというふうに思います。さあ、この時間はですね、サムさんに、そうかちょっと一応やっときますか。はい、では行きます。この時間は教えてサムさん、はいよーのコーナーでございます。はい。いろんなね教えての中で、まずどれからいきましょうか。この間ほら、今日書き込みで、パチンコ、そうだパチンコ、これどうなんですか？あるんですよ。実はノースカロライナに
パチンコワールドってあるんです。ウィルミントンですけどちょっと遠いですけどにあるんだ。あります。検索されれば出てきますよ。本当ですか、へえ。面白い本当のパチンコ。でも僕がね、もうちょっと近いところではちょっとニュアンスおかしいんですけど、実はラスベガスのオールドサイドに行くと、そのピンボールマシンの専門店のその大きいとこがあるんですよ。その中にパチンコのセクションが小さいのがあるんですよ。ああ、なるほどね。多分行かれた方ご存知だと思うんですけど、要はラスベガスのダウンタウンの方ってことですね。そうでダウンタウンの方ですね。はい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 。ちょっと外れてるかもしれないけど、はいはいはい、ちょっと坂田なんですよ場所はね。あ、そうですか、そこのピンポールマシンの中での一つのセクションです。あります。ねえ、日本のようにそのノースキャロライナの方は換金ができるんですかね。できないでしょうねきっとね。写真がすごいなと思ってあったらお教えします。はい、ああ、そうか、そういうことらしいです。あとね、さっき書き込みの中で質問、トマトさん、完熟トマトさんがドタキャンって。ドタキャンね、ドタキャンの英語の訳あります。来週に持ってきますこれ。あ、どうもでいいですよ。今でもいけます？僕は今でもいけますけど、じゃあ、いやでもその他にも今日 E メールとかも来てるので、じゃあそれは来週しましょう。はい、じゃあ楽しみにしましょう。楽しみにしててください。はい、さあそして教えてサムさん、ちょっと違うんですけど、ほら英語が日本語に聞こえるみたいな話先週あったじゃないですか。ありましたね、いろいろとありましたね。ラジオネームチャオさん、ホッタイもいじくるなはやっぱり日本語が英語に聞こえるというものですけど、反対で英語が日本語に聞こえるという文章聞いたことありますかって有名なのありますよね。ありますね、英語が日本語の文章、さあここに書かれているのは、日本語っぽく英語をちゃんと言うと Don't touch mustache Don't touch my mustache。 ムスタッシュ、これを、超英語っぽく言ってください。 Don't touch my mustache。 さあこれがどういたしましてに聞こえるのかどうかっていうところですよね。どういたしまして、ちょっと皮肉に言えば Don't touch my mustache、 どういたしまして、ちょっと難しいなちょっとストレッチですね。どういたしまして、英語でストレッチって言うんですけど、これちょっと、っていうどういたしましてに、聞こえるのかどうかっていうね。僕はそれ聞いてって言ってずっと笑ってたけどそうか、そんなメッセージも届いておりますね。あと何か、なんだっけ、坂田なんだっけ。それはねエンディングで曲かけようと思ってるんですけど。なるほど。そうそれもなんか、それもそうですよ。はい、いろいろね有名な空耳ソングはありますからね。なるほど。それはまたエンディングでお話していきたいなというふうに思います。あとね、くまさんからもメッセージ届いてます、また読み方が分かりません。オランダ語が書かれております。新海さんおはようございます。サムさんおはようございます。なんちゃらって書いてオランダ語ってグルウィゴグルウィゴなんでしょう。グルウィゴってね新海さん、助っ人サムさんは頼れる方ですね。いや本当そうなんですよ。外観のカメラはね、そう YouTube では見れないんですね。見れる方法あるんですけども、実はバンドウィスって言ってエネルギー捉えちゃうんですよ。ずっとつけっぱなしみたいな感覚なんで、それしちゃうと僕らのライブ配信とかいうのにちょっと影響しちゃうんでしません。ただできないことはないですってことですよね。YouTube の、その TGS で言えばそのメインページにずっと上でつけっぱなしのはできるんですけど、それしちゃうとずっと流れちゃうんで。そういうことですよね。マフィンちゃんがアリゲーターありがとう。確かにね。アリゲーターありましたね。だけどどういたしまして、アメリカの友人が大好きなジョークだって。でアメリカのジョークといえば、いきましょう。今日のジョーク、やっぱりねマフィンちゃん最初日本語から言った方がいいんじゃないのっていう話だったんですけど、いやあえてまず英語から言って一個一個解説していこうかなというふうに、皆さんにまず考えていただこうというところですね。パンチラインが出ちゃったらね面白くないんで、ちょっとじゃあ今日のアメリカンジョーク言っていただきましょう。ではどうぞ。 OK, joke of the day、Okay, let's try this、I tried to catch fog yesterday。 もう一回お願いします。 I tried to catch a fog yesterday。
mist そのミストが重要なわけですね。ですね。はい。I tried to catch fog yesterday. まあフォグは霧ですね。ミスト。で霧のもう一個の言い方はミスト。うん。だから結局こうシャワーみたいなちょっとしたね、霧と雨の間ぐらいのをまあミストって言うんですけど、これどんな時にどう使う感じですか？だってこのまま普通に直訳すると昨日霧を掴みに行きたかったとか見に行きたかったとか、見に行きたかっただけどもできなかったことをあえてそれを MIST のミストだまあ MISSING のミッシングのミストってミステッドって言い方に聞こえるのをミストでちょっとこれまあ逆ですよね。親父ギャグじゃないけどダジャレダジャレかダジャレってことですよね。ありますね。非常にこれ使いどころが分かんないですよね。こうなるとね。そう。だから結局簡単に説明すると昨日霧を掴みに行きたかったんだけども、できなかったよ。I missed it っていうことで、それを missed っていう風につなげたと。ダジャレです完全に。ダジャレです。アメリカ版のダジャレ。アメリカ版のダジャレ。きっとこれはもしかしたらあれですよ。こちらの割と年配のお父様方が言ってるかもしれませんよ。ですよね。こういうことをね言ってる可能性はありますよね。ありますね。はい。アメリカ版ダジャレを今日は紹介したのと、あとあれですよね。はい。まあダジャレとは違いますけど、さっきのこう日本語に聞こえる言葉っていうので、スパニッシュの、僕最初に聞いた時何日本語この人言ってるんだと思ったアスタマニアーナ。アスタマニアーナねえアスタマニアスタマニアーナ普通にアスタマニアーナって聞こえて、そう明日何明日いや明日来るよっていう。そう、でもねもう一個は仕事みんなやる気ないから、もう明日でも間に合うわ。そう明日間に合うわ。なんか明日間に合うな。明日間に合うのはびっくりしましたね。何を言ってるんだと思いましたけどね最初ね。だけど同じ意味ですもんね。また明日ですもんね。そうあれ聞いた時僕も笑いこげれて、そういう風にも言うのって感じ。そうでも確かにマッキーさんが書いてくださった通り、ダジャレっていうか謎だね。クイズだねこれ確かにね。そうね。そんな感じでまた来週もちょっと1個紹介していきたいというふうに思います。楽しみにしてください。もう時刻は8時9分になっておりました。そうちょっとディレイありましたけどね。まあでもエンディングのお時間というふうになりました。はい。なのでそうですね、サムさん来週はLA モーニングからこのパート2に関しては、YouTube は続けてやってみましょうか。やってみましょうかね。でそっちに戻してみて、サムネイルちょっと変えて、そうサムネイルをちょっと変えて、共通のそもそもサムネイルって英語でなんて言うんですか？サムネイル。そのままでいいんだ。サムネイルでいいんだ。そうサムネイルをちょっと共通のものを作って、で、YouTube は引き続きもう朝からずっとやっていこうかなと思います。でただやっぱりそのデータを書き換えなきゃいけないっていう意味で、音声に関しては途中でね僕ら喋りの声出なくなりますので、そこはっていう感じでございますね。そう日本のリスナーの要望が通りましたすごい。いやでもこっちのリスナーもその方がいいでしょ多分ね。その方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、YouTube は続けていきたいなというふうに思います。さあではお別れのコメントいきましょうか。Okay, how are you enjoying so far for the Wednesday LA Morning Part 2? It's coming to close to the end of our 9th broadcast on September 23rd. We're open to any topic suggestion coming from you to talk about in this program. Please send your messages using our request form from the website or from our email address at radio@tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send your messages from the YouTube channel using the chat function. Please search us by typing the keywords TJS Space Radio during our live show. Let's see you again on next Wednesday at 9 a.m. TJS Internet Radio. ということで、この YouTube もですねまた、後でアーカイブで見ていただければなというふうに思います。さあ今日最後の曲なんですが、越後のゆうりさんからリクエストいただいております。サビの部分が、
アホの坂田さんに聞こえるというふうに言われているので、はいそれが本当かどうか聞きながらお別れです、はいということでお付き合いくださいましてありがとうございました。お別れは私新海圭樹とSam Vandenberg. See ya. 曲の紹介しなかっしてないね。まあいいや。た。まあ、Soak Up the Sun, Sheryl Crow ということで、YouTube で流しました。ソーカップでファンです。はい。聞こえるかな皆さん。これはでもあれなのかな、さっきゆうりさんが書いてたタブレット。タブレットは多分デスクトップ版でしょう。モバイルじゃなくて。なんですかね。うんそうですよね。ただその右側のコラムが出るか出ないか。でも多分これランドスケープにすれば、はっきり見えると思う。モバイルは3本の左です。さあ、書き込み。あじゃでした。もう書いてる。右の方にもなかった。あ、そう。なかったですか。タブレットってちなみに iPad、それともサムソンのみたいなタブレットなのかな。ゆうりさんなんすか？タブレットの種類。ほんのさかったさんって言ってた？これね。もう一回来るかな？来る。もう歌詞が違ってるわ。僕のは iPad だって。じゃあ、iPhone で見たときどうなってことですね。そういうことか。僕ら今2人とも。じゃあ僕悪い。僕、Android 機種なんで、あんまり。Android なんだ。iPhone、アプリだとね、アプリはね、関係ないんですよ。これ。完熟トマトさん。だから、直接 www.tjsla.com こちらに行っていただければいいかなと思います。次が来ますよ。確かにな、このソコットさんですね。聞こえたね、トシさんね。こっちが歌詞。坂田さんの部分がちょっと口がこう、もごも喋る人みたいですね。そことさんって感じですね。坂田さんだね。完全に聞こえるよね。やっぱそう聞こえるんですか？完全に聞こえるよね。もう一回サビだけ聞こう。いきます。いくよ。なるほどね。もはやそれでしか聞こえない。そうなんだよ。一回そっちの耳になっちゃうと、そっちにしか聞こえなくなっちゃうの。これは違う歌詞が。だからソーカップダさんが、この後も坂田さんになるんですよ。坂田さんが3だから。この後、そこだけ言うから、多分坂田さんになるはず。もう一回サビだ。坂田さん。そう。この後、確か歌詞で、坂田、ソーカップダさんだけが出てくる。ゴナーだよね。ゴナー。終わりだ。
結局最後までかけちゃったよ。今日の番組14分20もあります。すごい。ちょっと伸びちゃいました。まあいいでしょう。ね。はい。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。では、では、切ります。あじゃじゃした。あじゃじゃでした。では皆さん、良い一日を。はい、ありがとうございました。失礼します。切ります。どうも。